なんと11月の後半まだ夜行ってます。もう年中夜行くような年が下手したらいつか来るかもしれませんね。もう遅れてっていうのもあるでしょうけど、昼行ってもねカニがいないそうですね。あんまりチヌ去年からずっと取ってますけど、今日もまあチヌ行ってみますが、一体いつまでおるねんっていう、もうすごい水揚げですよね。1年間で休み前の日に300キロだったんで、300キロもねもう途中でやめたんですよね。今日はもうちょっとやめずにどれぐらいいけるのか行ってみましょうかね。チヌまあ体が持てばですけど、今日は潮の返しが3回あります。一番最後の潮の返しはやれても1番だけですけど、なってます。実はこれでもかなり一番に入る量としては少ない方です。チヌの話です。イラゾーンへ来てます。これはめったに見ないサイズだ。ゲタもおるし、ゲタもいますし、23市でしょうか。言うたでしょう、フライパンしょっちゅう当たるんです。ほんとしょっちゅう当たるんですよね。不思議ですけど、こんなちっちゃい動画も多いんで。やったー。今日2つ目のヒラメです。チヌはさっきより少ないですね。12ぐらいでしょうか。11月にもこんなもんが、初めて湧いた年はもううじゃうじゃ入ってたんですよね。でもなんか最近減りましたね。なんか美味しいらしいですねこれ。うわ、なんか結構おるやん。
17、8かな。今回はやたら膨らってますね。で貝殻とかイライラとしてね。なかなかすごい。いいだこ。潮の返しに行きたい。行きましょう。これはすごい。もう狩りまでやっぱり潮の返しはもう全然違う。もう向こうの網もどっさり入ってるのが見えています。波がすごい。これはもうおそらくこの間の撮影の時よりすごいのでは。もう数は分かりません。50以上、おそらく一番50キロ以上ですね。潮の返しだとやっぱカニとかゲタとかもナイスですね。もうこれでもいけす満タンなんで、もうすでにいい加減入ってますんで、これで5針玉プラスされますんで、もういっぱいになりますんで、これで一旦港に池に帰りたいと思います。今一旦池って再出港してますけど、20針玉だいたい1つ針玉10キロ入ってますんで、今200キロです。では続けてチヌの方行ってみましょう。後半1投目です。やっぱり上りの方がいいっぽいですね。全然出なかった。ヒラメラッキー。本日2つ目です。でこっち絹は30ぐらいでしょうか。後半一発目からラッキーですね。しかも綺麗、両方とも。では続けて頑張りましょう。
上はいると思います。やりました。今日3匹目です。ラッキー。チヌは今回も50匹ぐらいでしょうかね。お、カニ発見。でもちっちゃい。おー、ギリギリあるかな。ちょっとキープで測ってみましょう。落ち着きましたね。25、6でしょうかね。30弱っぽいですけど、これなんか47センチでしょうか。こちらも45センチかな。これはここにいかついのがいますが、よいしょ。カニがナイスの網でしたね。結構おるなこれ。こっち縁起のいい時期です。こっち何本目ですかね今日。7本か8本目じゃないですか。っぽいものが羽でした。もう夏、これは夏の魚ですからね、もうあんまり美味しくないんじゃないでしょうかね。いっぱいになりましたので、これにて終了したいと思います。前半が200キロで後半が200よりも多分多いと思うんで、450ぐらいでしょうか。潮がもっといい時だったら多分500達するでしょうね。ヒラメは3だと思ってましたけど、多分4。途中数え間違えてると思います。あとカニが7、もうちょっと紹介できませんので今言っておきます。カニが7、こっちが7ぐらいだと思います。チーム沖で取るのは簡単なんですけど、ここから先が大変なんで、帰って多分いつもの撮影は多分できないと思います。2人で一生懸命もう上げないといけませんので、今日はこれにて終了ということで、前半下り潮はあんまりそこそこ上りになって一気にチームが入りましたんで、400から500の間行ってると思います。では帰ります。お疲れ様でした。視聴者さんが教えてくださいました。塩振ってお酒をかけてます。レンチンして酒蒸しにしたいと思います。しかも漁師さんが教えてくださいました。ちなみに今日の塩はあぐりの塩です。天日です。天日を使ってみました。この塩はですね、もうミネラルの含有量が他の塩に比べてダントツ多い。めちゃくちゃおすすめです。この塩本当にすごいです。この塩
まあ、ちなみにアグニの塩は釜もありますけど天日がおすすめです。酒蒸し出来上がりました。熱々熱々熱いっつ熱っ熱いけど美味しそう。いい匂い、めっちゃいい匂いです。熱々ではいただきたいと思います。今日はかちょこれに柚子ポン酢をかけていただきたいと思います。かけていただきたいと思います。この柚子ポン酢美味しいんですよ。本当マジで本当美味しいです。ちょっと普通のポン酢じゃないですよこれ。よいしょ。北陸の漁師さんおすすめの酒蒸し、白身魚の酒蒸し、チヌでやってみました。チヌプリプリやん、すごいな。もちろん美味しい、もちろん美味しいです。意外にチヌが美味しい。チヌは頼島ではニッパチヌって言われて2月と8月が美味しいとされてるんですけど、まあ実際自分が食べてみても2月と8月美味しいんですけど、今11月の終わりですけど、なんと美味しいですね。昔は11月は麦わらジヌとかって言われてあんまり好まれてなかったんですよね。10月とか11月はなんかいろいろ変わってるんでしょうね。拾ってってもですね、チヌがもうブリブリです。本当にいかにも美味しそうな感じではあったんですけど、やっぱり美味しいですね。まあただあくまでもチヌです。チヌのレベルの美味しさですね。わりかし岡川のチヌなんですけど、よくなんか青臭いっていうのをよく聞くんですが、自分食べて青臭いこと、ボラは青臭いですけどチヌ青臭いような経験がないんですよね。なんでなんですかね。まあ丘って言ってもそのアングラの人たちが釣るぐらい丘ではないですから、いくらなんでも釣りぐらい丘だったらやっぱ青臭いんですかね。自分は本当食べてみて感じたことないんですよね。あんまり塩振ってるんですけど、やっぱりもうちょっと塩あった方がいいなこれは。振っとるけどもっとあった方がいいね。やっぱりちょっと直接かけた方がいい。塩が極上なんで食べてみてください。どうぞ。チヌ食べてみてください。直接かけた方がやっぱり塩の味がなぜ極上の塩なんで、塩の味がしていいです。直接かけた方が。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。